マイクチェック。ワン、ツー。マイク、大丈夫ですかね？りょんくん、始めよっか。映ってるかな？よいしょ。ここに来ないと映らないんじゃないかな。こんにちは。こんばんは。こんばんは。マイクチェック。ワン、ツー。ワン、ツー。ハロー。顔が映らない。はーい。映ってますね。こんばんは。踊る夏子です。はい。ちょっと今なんか低いところになってますけれども、一人でいる夜にトークアットナイト。4月から始めまして、日曜日夜23時から23時30分にここに来て、ちょっとおしゃべりをしています。タップダンサーで振付家の踊る夏子と申します。まずね、ここで1曲タップダンスを踏んでみようと思います。ここで映るかな？ぴょんくんねえ、大丈夫そうですね。じゃあ一緒に始めましょうね。はい、今日はぴょんくんがそこにいるから私もここからお話ししようかな。これで映ってるのかな？ちょっと映ってないですね。こんばんは。Good evening. Thank you for watching. はい、結構みんな見てくれてますね。はい、これで大丈夫かな？はい、今日はね、そうだ、まずみんなに言わなければならないのは、今週ちょっと私タップダンスのね、動画あまりたくさんアップロードできなかったんです。なので、毎日楽しみにしてくださっていた方、ごめんなさい。はい。これなんて言ったらいいのかな。I'm sorry I couldn't upload my video this week because I had a very hard time なんて言ったらいいんだろう。I made タップダンスナンバー。そうなんですよ。回答対応の方でたくさん映像作品を作っていまして、たくさんといってもね、週1本ぐらいなんですけど、まあ振り付けをして、新曲に振り付けをして撮影をするということをね、していまして、なかなか充実した日々を過ごしているのですが、私踊りに向かってしまうとなかなかこうパソコンに向かってじーっとしているという時間がね取りづらくなってしまってビョン君が今超可愛いのでビョン君を映そう。今ねこの足元でビョン君がとてもゴロゴロしてるのでそちらを映したいと思いますはい、ビョン君はねもう14歳かな。ね、ぴょんくん14歳だったかしらね。もう結構いい年なんですけれども、ずっと私たちを見守ってきてくれている猫です。はい。ちょっと何ですかね。みんな見てくれて嬉しいね。はい、ということで今週はね、あんまり動画アップできなかったんですけれども、回答対応の方と、足音でつながるプロジェクトの方で、次々動画がアップされています。で、そちらは私のチャンネルのソングカバーコレクションの方にもありますし、あとは足音でつながるプロジェクトのところでも、私のチャンネルからもそちらに飛べるようになっていますので、ぜひご覧ください。はい、みんな見てくれてありがとう。Thank you for comment. いつもありがとう。はい、それではね、ちょっとまた今日はこの靴です。この靴紹介しますね。いつもこの靴じゃないか
はい、これは緑色のオックスフォード、レディースフェムオックスフォードといって女の人用のオックスフォードシューズなんですね。この紐靴になっていて、はい、ね、これ結構私お気に入りです。でいつもこうやって裏をね黒にするのが私は好きです。うん、割とこの靴みんな好きだなって思ってくださってる方がいるので嬉しいですが、まだちょっと新しくてなかなか作品にまだ使ってないですね。でもそろそろ使おうかなと思っています。そうなんか靴がね好きだっていう方がいっぱいいて、それは私は嬉しいですよ。はい、じゃあね、ちょっと今日やってきたことを話そうかなと思います。その前にもう一回踊ろうかな。じゃあ、よいしょ。こうして。ぴょんくんのとこで踊っていい？ここで、こんな感じで。ぴょんくん全然大丈夫。ね。だってずっとこうやって暮らしてきたんだもんね。はい。うちのぴょんくんはずっとこうやって私の足音の鳴る床でゴロゴロして暮らしてきたので、隣でタップダンスを踏んでもね、全然大丈夫です。はい、まず今日ね何をしてきたかというと、今日も結構盛りだくさんな一日で、メッセンジャーたちと足音でつながるプロジェクトのメッセンジャーたちと一緒にオンラインワークショップをして、その後1本撮影をしました。みんなで踊るナンバー、BTS のあるナンバーをね今日即興で撮影したんですよ。1時間も使ってないですね。45分ぐらいで即興でみんなで踊って撮影をしました。その動画も多分明日か明後日か、2、3日中にねアップロードされると思いますので、こちらのチャンネルにもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。とっても楽しくてね、素晴らしい時間でした。でそこから私が分かることっていうか、みんなもっと本当に爆発する瞬間をもう心待ちにしているっていうことですね。世の中で彼らは障害がある若者ってこう言われたりしますけれども、私は本当に障害っていうのは社会の側にあるだけだなっていうことを痛感しています。彼らに障害があるからこれができないみたいな考え方ではなくて、何か困ったことが、それは誰でもそうです。私でもそうですけれども、何か困ったことがあって、私これで困ってるんだって言えたら、それが解決したりしますよね。だけど私これで困ってるんだっていうことがうまく言葉にできなかったり、言葉にしづらいようなことだったりした時に、それが外側からあの人にはこれはできないって見えた時に障害っていうことになるんだなっていうふうに思っていて、そのことができなくて困っていることができるようにできた時に、解消した時に、次のやりたいことがちゃんとできるわけですよ。でそれは誰でも多分そうなんですね。例えば私娘がもう大きいですけれども、自分がこうお腹に赤ちゃんが入った時に、まあ本当に子供が生まれた後とか、そのちょっと前とかにはお仕事をするとかできないですよね。でそういう時にも、でも自分の選択をすることができますよね。私はこういうところで過ごしたいな、私は今こういう状態だけどこういうものが食べたいなとか、その時にやはり助けを借りることになります。人の手の助けだったり、
実際にそういう行政的なサポートもあるし、あとはやはりなんていうか、そのことを理解してくれる人たちの応援だったり、いろいろなことがあって、そういう時期がなんか乗り切れて、まあ初めての子育てみたいな時も、周りの助けがあって、そういうことは成り立っていきますよねっていうのとすごく似ているんじゃないかなっていうふうに思っていて、いろいろな障害と言われることがあると思いますけれども、例えば事故で身体に障害を負ってっていうこともあると思いますね。で、そのことを途中からなんか自分が今までできてたことができなくなったという状態を受け入れたりすることっていうのは、もう本当にね、想像できないぐらいに大変だと思うし、でもそこでやはり自分のしたいことにたどり着ければ、また次の道が開けていって、確かに障害として何かできない部分が、歩けないとかね、手が使えなくなったとかいろいろあるかもしれないけれども、それでもその人のやりたいことというのが実現できていけるといいですよねっていうことをね、思っていて、特に知的障害っていうとか発達障害とかっていう時にすごくそう分かりづらく、何に困っているのかとかが周りに伝えづらかったりして、その人のやりたいことにたどり着くまでに時間がかかるのかもしれないなとかっていうことをね、なんか思うんですよ。で、そういうことをメッセンジャーのみんながこう教えてくれるんですが、何がすごいっていつも私帰り道に反省してしまうんですけれども、彼らが実現したいことっていうのが私の想像をいつも超えていて、あのもっと爆発できる、もっと爆発したかった、なのに私の想像が追いついてなかったから、このぐらいのところでなんとなく楽しかったぐらいでもいいかってなってたんじゃないのかな、これまでずっとって、そういうね反省をいつも思います。いつももう一つ上のことをしたいんだな、もっと上のことって言うとあれだけど、もっと爆発的に楽しみたいんだなって思う帰り道に、そんな毎回を過ごしています。だからね、なんかこう一般的ないい大人がそんなことしてみたいな考え方だったり、このぐらいでいいじゃんみたいなことが本当につまらないなって思っています。もっと全然爆発できるし、人は誰もが。で、気持ちや本当に喜びも悲しみも怒りもバーって爆発させてみるっていう、それを表現の中で行うっていうのが面白いなし、そこに希望があるよなっていうことを、メッセンジャーたちと過ごしているとね、本当によくわかります。みんなね、メッセージくれてありがとう。私の声がいいって。Thank you. You like my voice? 嬉しいです。なんかこうやって聞いてくれてありがとうございます。はい。そうですね。だから人の可能性っていうのを周りからなんかこれはできないとかって決めるようなことではないですよね。困っていることは助け合ったらいいし、それに気がついた人がこうしたらいいよね、こうしたらわかるんだよねとか、こうしたいんだよねってことに気がつけばいいだけですね。それが私が障害はその本人じゃなくて社会の側が設けているものだっていう感じがとってもしています。なんかね、そう私が思ってるっていうだけで、だから誰が悪いとかいうことじゃないですよ。でも何ですかね、こんぐらいできなくちゃとか、これが普通みたいに決められることで苦し
くなる人っていうのが結構いるんじゃないかなって思っていて、実は私もその一人ですね。例えば、私の生活がどんな風かというと、ご飯は1日1回ぐらいしか食べないんですね。で、それは夜の12時ぐらいに、だからこの後です。夜の0時ぐらいに1回ちゃんとたくさんご飯を食べます。パスタ作ったり、ご飯を炊いてお味噌汁と何個かを食べたりとか、それちゃんと作ったご飯っていうのは大抵この夜12時ぐらいに1回食べるだけですね。で、大体2時ぐらいに寝るんですけど、で疲れてなければ8時ぐらいに起きるし、ものすごく疲れてたらもうちょっといっぱい寝る日もありますけど、で起きてご飯は特に食べないですね。起きたらコーヒーを飲んで、あときゅうりをかじったりしますその日の感じでちょっと食べたいなと思ってきゅうりとかナスとか塩もみにしてむしゃむしゃ食べたりすることもありますけど、それで出かけますね。今はレジデンスして創作活動をずっとしてるので、できれば10時ぐらいにもう家を出るようにしてるんですけど、家でやんなきゃいけないことがたくさんあって、家で作業してる時もあるんだけれども、それでレジデンスしてスタジオに行ってしまったら、あとはもう必要な時に必要な養分を取るだけです。だから喉が渇いたらお水を飲むし、きゅうりとかお塩とかも置いてあるので、汗をかいて、レッスンとかするので、自分のねレッスンとかするので、ドボドボに汗をかいたら、それ全部着替えて、きゅうりにお塩つけて食べて、またお水を飲んで、でまた練習をして作品を作るわけですけども、その途中ですごくお腹が空いてきたら、パンとかおにぎりとかちょっと持ってったり買ったりしたものをつまみますね。あとはすごいジャンクフードですけど、カップラーメンとか食べる時もあります。すごく塩分と何か油っぽい何かが食べたくて意外かもしれないですけど、意外とカップラーメンとか食べます。お味噌汁とかをね、溶かすだけのお味噌汁とかを飲む時もありますけど、それでまたずっと創作活動してると、お腹が空いてるかもしれないけど、別にお腹空かないんですよ。ずっとやれちゃうんです。それで10時半ぐらいになったら終わりにして帰るので、で家に帰って夜ご飯食べるのが0時ぐらいってことです。でそこでいっぱい食べるっていうような生活をしていると、困るのは、その普通の人、普通の暮らしとかがちょっと分かりづらくなって、今日もねちょっとすごいドキドキしてたんですけど、家に電話をかける、あんまり仲良しではない人に電話をかける時間って何時だったら非常識じゃないんだろうかっていうのが意外と分からなかったですね。今日ドキドキして、夜の9時ぐらいって、日曜日の夜の9時ぐらいって電話しても大丈夫なのかなって思いましたそうなんですよ。ちょっとメッセージが来たのでメッセージを見ますね。What up shoes are you wearing? 今日はグリーンシューズ。Today I wear green shoes. Green heel. 見えたかなね、ビョン君ここでじゃあ1曲踊ろうか。踊ってほしいかな。これで映るかな。これ足元が映ってないみたい。映ってるね。はい。こうですね。パドルでもいきますか。
分です。しちゃったよ。はい。今日はこのシューズです。これで映ってるかな？大丈夫。はい、まあそうなんです。なので、まあ普通の暮らしとか、一般的にこうみたいなことを、実は私も全然わからない人の一人であるなっていうことも思いました。でもだからこそ見えることやわかることもあるし、なんかそうなんですよね。だからなんでしょうね。まあ、まあそんなこといろいろ考えさせられます。で、まあ今日メッセンジャーのみんなと何を私たちが踊っていたかというとね、BTS のね、あるナンバーなんですよ。で、BTS 皆さんご存知ですか？ K-POP アイドルですけれども、今もグラミー賞もね、受賞したりして世界的なアーティストですけれども、私も知らなかったんですけれども、最近になってね、そのカバーをしたり、怪盗太陽の方でカバーをしたりしたので、その作品をねじっくり見て、どういう人たちがそれを踊っているのか、どういうメンバーなのかっていうのをじっくり見ることになりますね。私がカバーする時に7人いるんですけれどもね。で、まあ見ていて本当に質の高いチームなんですよ。もうね、みんなとても優しい男子7人のチームなんですけども、とても優しいし、まずダンススキルの、質がレベルがものすごく高くて、でしかもその各ジャンルにわたるんですね。ヒップホップの中でも、私ヒップホップ詳しくないですけれども、ポッピングなんかできない、こういうポッピング私がやると変なことになっちゃうけど、ポッピング誰か教えてください。ポッピングやってみたいなって BTS 見てて思ったんですけど、ポッピングの上手い人で、他にもヒップホップの何が上手い人って、多分ヒップホップの人から見たらこの人はこのジャンル、この人はこのジャンルってわかると思うんですけど、あとそれだけではないですね。バレエとかコンテンポラリーダンスを今までやってきたんだろうなって思う人もいるし、とにかくそのダンスのレベルがすごく高い上に歌もあれだけ歌えて、いや素晴らしいアーティストチームだなと思っています。で、その新曲がまた素晴らしくって、とにかくみんな心配しないで踊ろうよって、話せなくても踊ろうよ、そしたらなんかもう平和じゃない、ピースじゃないっていう曲をね先日発表されたんですよ。他の靴も履いてほしいなって言われたんだけどね、今日今手元にあまり靴ないんだよね。はい、で、その BTS のナンバーを私自分でもカバーしてるんですけれども、アシプロのメッセンジャーのみんなともそのナンバーをねずっと練習してきてるんです。そういうねメッセージを持っているアーティストチームのナンバーをこう私たちもやっていくことで、なんかこう力をもらうし、それがやっぱり今世界的にもうファンの多いチームなんですよ、 BTS は。あの見てる方、そんなの知ってるよっていう方もいると思いますけど、それって何って知らない人もたくさんいると思うんですね。現に結構ダンサーの人が知らなかったりしますから、周りでも。だからもう本当にね素晴らしいから見てほしいなっていうのと、次世代はそういう方向にたくさんファンがいるんですよ。その優しい
7人組に。で、何かその調べてる時に素晴らしいコンセプトだなと思ったのは、ファンに寄り添うアイドルでいるためにどうしたらいいかっていうところから考えて、チーム作り、メンバーを集めてチーム作りをしたっていう、もともとのコンセプトが優しいんですよ。だからね、なんかそういうチームが世界のアーティストとして今活躍しているっていうことは、そこに賛同してファンとして応援してる人が多いっていうことは、やっぱり未来は優しい方向に向かいたいんだな、次世代は優しい方向に向かおうとしてるよっていうことを感じて、私は自分もカバーしながらとてもね嬉しいし希望を感じるんです、はい、皆さんね、ぜひ BTS チェックしてみてくださいねはい、でなんかこうもうね、喋ってるうちにあっという間に終わりの方の時間になってきてますけど、他のね靴も履いてほしいなっていう人がいたので、ちょっと他の靴も履いてみましょう。I wear another shoes. ちょっと待ってね。はい。じゃあね、この靴で。よいしょ。よいしょ。これはこんな靴ですね。普通のオックスフォードシューズのようですが、布でできてますね。麻布で作ってもらったんですけれども、でこの音はちょっと特徴がありまして、やってみようね。あんまりわかんないかな。全然にビョン君も映してビョン君です。はい、このシューズはジングルシューズとかっていう方がいらっしゃるかな。タップスをルース付け、ルース取り付け。とにかくこれのネジが少し緩いんです。なので金属的にちょっとチャリチャリした音がする感じになっています。他のはもうこう密着付けといって、私のは全部タップスが緩まないようにつけてあるんですけれども、こっちの靴はね。でもこれはこのタップスのネジが緩めについてるんです。だからチャリチャリ言うんですね。という違いがあります。で、なんか今日ちょっともう BTS の話して、メッセンジャーとの話して、それだけで終わってしまいそうだったんですけど、最後にね、すごい今日いいニュースがあったのでお知らせします。私、今この家を9月に出なくちゃならなくて、家を探しているんですけれども、同時に足音でつながろうプロジェクトの拠点になるようなちょっと大きめなお家が見つかるといいなと思っていたんですね。なぜなら私もここの家を出なければならないし、あとは今スタジオで、使っているタップ板がものすごく大きくて、この部屋には入らないんですよ。この部屋に入らないのに、その板をもう注文しちゃったので、今ずっとそれで撮影して作品作ってるんですけれども、そのアーティストインレジデンスが終わるのは8月、あと1ヶ月でもう終わるんですけど、その時に持って帰ったらこの部屋ではちょっと踏めないんですね。なので大きいお家も探しているんです。ですし、その足音でつながろうプロジェクトでは、その若者たちが泊まりに行ったりするような場所があるととてもいいなと思いますし、みんなで集まれるようなスペース、練習できるようなスペースも持ってたら
事務所スタジオとして使えたらいいなということもあって、ちょっとねいろいろな方にね声をかけさせていただいて探しているわけなんですよ。でそしたらちょっと今日ね、なんでさっき私が何時に電話したらいいんだろうって迷ってたかというと、ちょっと紹介できるかもしれないのでお電話くださいっていうね伝言いただいてたんですよ。だからお家見つかるかもしれませんねえ。でそして足音でつながるプロジェクトのそこが拠点になったらいいですね。なんかそう、みんなもそれをねちょっと願っていてくださいね。踊る夏子のお家で猫と猫のビョンくんとピチョンちゃんとピアノとその大きなタップ板とも入る足音でつながるプロジェクトの事務局兼スタジオにもなる一軒家が見つかることを一緒に願っていてくださいね。9月にはいい報告ができるといいなと思っています。はい、ということでね、もう時間ですね。じゃあ最後にね、ビョンくんのところで踊っておしまいにしようかな。ビョンくん、一緒に踊りませんか？足元に近く置こうか。ちょっとね、こういうふうにやって。よいしょ、よいしょ。こうかな。これでどうでしょう？ビョン目線で。はい。じゃあこんな感じで最後のお別れをしたいと思います。いくよ。はい。ということで、今日の配信はこちらで終わりにしたいと思います。いつもご覧いただいてありがとうございました。またね、どんどん動画アップしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録やいいねボタン、すごく応援になります。それでは、皆さん、さようなら。あ、足でバイバイするのができたかもしれない。足でもバイバイしようね。はい。バイバイ、バイバイ。